始まりましたメタルギアプロダクションホットライン。この番組はこれから発売されるメタルギアソリッドデルタスネークイーターの最新情報や視聴者の皆さんからの質問にお答えするコーナーなど、ファンの皆さんとのホットラインになるべく制作者自らお届けする番組です。本日は本配信1回目となっております。 MC を務めさせていただきます桃山月香です。よろしくお願いいたします。そして改めまして番組を一緒に進めていくメンバーをご紹介いたします。まずはプロモーション担当の大石二郎さん、自己紹介よろしいでしょうか。はい、コナミデジタルエンターテインメントで、メタルギアシリーズのプロモーション担当をしております大石二郎と申します。よろしくお願いいたします。お願いいたします。そしてプロデューサーの岡村則明さんです。岡村さんも自己紹介お願いいたします。はい、メタルギアシリーズのプロデューサーを担当させていただいております岡村です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。3月のプレイ配信では大石さん、岡村さんとお送りさせていただきましたが、さらに本日は本配信ということでもう一方ご紹介したいと思います。クリエイティブプロデューサーのコレカドユージさんです。自己紹介よろしくお願いいたします。はい、コナミのコレカドです。よろしくお願いします。はい、これまで、メタルギアシリーズには多くの作品に携わってきました。メタルギアオンラインの2作目ではディレクター、メタルギアライジング、メタルギアサバイブではプロデューサーを務めました。デルタでは MGS5 と同じクリエイティブプロデューサーとして制作現場の責任者をしております。よろしくお願いします。ありがとうございます。さて大石さん、始まりましたプロダクションホットライン本配信ですが、メタルギアソリッドデルタスネークイーターの最新情報、ついに先日解禁されましたね。はい、そうですね。メタルギアソリッドデルタスネークイーターではですね、昨年からですね制作告知や、技術デモ的なものはですね出してはいたのですが、今回作品のトレーラーという形での映像はまだ出してなかったんですよね。そこで先日行われましたマイクロソフトさんのイベント XBOX ゲームショーケースにてメタルギアソリッドデルタスネークイーター最新のプロモーション映像を公開させていただきました。そうだったんですね。反響はどうだったんでしょうか。そうですね、おかげさまで大変多くのお客様のですねご好評をいただくことができました。ファンの皆様のですねご期待に添えるものになっていたのかなとチーム全員、ともども喜んでおります。なるほど、そうだったんですね。それではまだご覧になられてない方もいらっしゃると思いますので、まずは XBOX ゲームズショーケースで発表されたメタルギアソリッドデルタスネークイーターの最新映像をご覧ください。パキスタン上空高度3万フィート、まもなくソ連領空に近づきます。いいか、君の任務はソ連国内の山中ゼリノヤルスクに単独潜入、ソコロフの安全を確保、西側へ奪還することだ。君の本ミッションでのコードネームはネイキッドスネークだ。以降はスネークと呼ぶ。残された時間はわずかだ。今回のミッションはスニーキングミッションだ。敵に見つかってはならない。潜入の形跡も悟られてはいけない。わかるか。それが隠密部隊フォックスの特殊任務だ。つまり武器も装備も現地調達、食料もだ。まさに丸裸ネイキッドの状態だ。装備も武器も現地調達とは、こんな無茶がよく通ったものだ。現場任務は全て君一人にかかっている。まさにワンマンアーミーか。今からバーチャスミッションを開始する。はい、いやすごくかっこいい映像でした。最新技術でメタルギアソリッド3がどのように進化するのかということがよくわかりました。ありがとうございます。
まあね、今回のこの映像に関しましてもですね、個別のそのカットシーンとかね、そういった作り方なんかは、まあ、これからのね、ホットラインの中でいろいろとまたご説明ができればなと思っております。はい、ありがとうございます。今からとっても楽しみです。それではメタルギアプロダクションホットライン、今回も最後までお楽しみください。それではここからはいよいよメタルギアソリッドデルタスネークイーターの最新情報をお届けしたいと思います。早速ですが、先日メタルギアソリッドデルタスネークイーターのオフィシャルトレーラーが公開されましたが、ぜひ作品について詳しく教えていただけますでしょうか。はい、デルタはですね、大きく変わったところが2つあります。1つ目がビジュアルです。メタルギアソリッド3の多くのステージとなるジャングルを G5 世代の技術を使い、よりリアルに再現するところから開発はスタートしました。昨年10月に公開したファーストインエンジンルックや先日公開したオフィシャルトレーラーでビジュアルの進化について確認できると思います。ビジュアルとしてはですね、汚れと傷の表現も進化しています。衣服につく落ち葉や泥の表現、擦り切れた服、弾痕だらけの服など、ゲームプレイ状況に合わせて変化が見られるようになりました。オリジナルのゲーム要素にスネークは重傷を負い、それを治すキュアというシステムがあります。デルタではゲーム中に負った傷は治療した傷も自然治癒した傷もビジュアルとして体に残り続けます。もう一つが操作性です。デルタでは一般的な TPS タイトルのようにしゃがみ移動や銃を構えたままの移動ができるようになっています。昨今のゲームに慣れ親しんだユーザーの皆様がストレスなくデルタの世界に入れるような操作性にしました。またオリジナルのカメラアングルで遊ぶこともできます。新しい操作方法をニュースタイル、オリジナルの感覚に近い操作方法をレガシースタイルと呼んでいます。オフィシャルトレーラーを見た感想でオリジナルのカラーで遊びたいという意見をいくつかいただきました。切り替えられる画面のカラーフィルターはニュースタイル、レガシースタイル共通で数種類あります。オリジナルのカラーに近いカラーフィルターもありますので、お好みでお使いください。オフィシャルトレーラーについては、たくさんの反響いただきありがとうございました。ビジュアルについてはですね、これからもクオリティを上げていきますのでご期待ください。ありがとうございます。ゲームデザインは変えずにビジュアルと操作性が進化しているというのがとってもよく分かりました。今後もメタルギアソリッドデルタスネークイーターの最新情報をお届けしますのでお楽しみに。それでは次のコーナー始めてまいりたいと思います。教えてチームの人、お便りのコーナー。こちらは投稿フォームから事前に募集した制作チームへの質問に答えていただくコーナーです。視聴者の皆さんの生の声に制作者の生の声で答えていただきたいと思いますが、その前に岡村さん、前回のプレイ配信で初めて皆さんからのご意見ご質問を募集したと思うんですが、反響の方いかがだったでしょうか。はい、予想以上に、反響が大きくて、大変多くの皆様からの温かいメッセージをいただくことができました。本当にありがとうございます。ただですね、僕たちももちろんそうなんですけど、メタルギアシリーズのファンの皆様も、いろんな思いを持って、前回のホットライン見ていただいたと思うんです。ですので温かいメッセージの他にも厳しいご意見ご要望たくさん頂戴しています。まずは、それらのご意見ご感想をまとめましたので、ご覧ください。はい、こちらがアンケート結果のまとめというふうになっております。プレイ配信そのものはとても良かったで、80% 以上という形でしたので良かったのかなというふうに思ってます。またあとこれからもですね、配信に関しては見たいというふうに言っていただいている方非常に多いということも分かりました。でただね、配信前回は何もしなかったんですけど、メタルギアソリッドデルタの新情報というのがやっぱり皆さん知りたい情報なんだなということなので、その辺を熱く、やっていければなというふうに思ってます。はい、こちらの方はですね、皆様からの生の、ご意見ご感想をちょっといくつかピックアップしました。はい、じゃあ読ませていただきます。いただいたご意見ご感想です。ポジティブな意見が全体の 24% ありました。当時制作していたスタッフが前に出てきてくれるのが嬉しい。誠意が感じられて信じてみようと思えた。
コナミがファンとコミュニケーションをとっていく姿勢は素晴らしい、コメント欄を開放したのも好印象などがありました。ニュートラルな意見が全体の 65% でありまして、MGS デルタの制作に関わる他のスタッフも出演してほしい、ゲームプレイや未公開の映像が見たい、英語字幕を追加してほしい、質問コーナーを多めにしてほしいなどがありました。ネガティブなご意見が全体の 11% ありまして、メタルギアを終わらせたのはお前たちだ、リマスターさえもできない開発チーム、ゲームプレイに響くバグを解消した状態で発売してほしかった、新作を作れるとは思えないし作らないでほしいなどなど、たくさんなかなか厳しいご意見があって、ちょっと読んでいて私も辛かったんですけど。そうですね、でもこれがファンの皆さんのまごうことなきご意見ということなのかなというふうに思っています。現時点ではまだそれらすべてにお答えすることはできない部分もあるんですけれども、まずは我々しっかりと、受け取っていますと、そういった部分っていうのはやっぱりまずお伝えしたいところなのかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。いろんな思いを抱えて制作の皆さんが頑張っていらっしゃるんですね。さて、それでは続いて皆さんからの個別の質問についてもいくつか答えていただくということでよろしいでしょうか。はい、もちろんです。はい、それでは1つ目の質問いきたいと思います。オリジナルスタッフの方々のメタルギアシリーズの制作の復帰や共同制作監修の可能性はありますかね。答えの難しい、質問かなと思うんですけども、我々の会社におられない方の考え方ということを、僕の立場からですねお答えすることっていうのはできないのかなとは思います。もちろん僕個人の話として、言えばですね小島監督含めオリジナルスタッフの方々とまた、一緒にご仕事をすることがあるといいなっていうのはそれは夢ではあります。でなんですけど、でももうねすでに、新しい道を、多くの方が歩んでいらっしゃるということです。でその中で、協力いただくことが前提となっているような未来とかですね依存してしまう未来ということを、それを描くということはそれは僕たちがしちゃダメなんだろうというふうには思ってはいます。我々だけでしっかりと評価いただけるように、頑張っていかなければいけないということかなというふうに、思ってます。あとそれから関連してですねこちらもよく質問される話なんですけれどもマスターコレクションはもとより、この次のですねデルタスネークイーターですねこちらの方でも小島監督やオリジナルスタッフの皆さんのお名前クレジットでしっかりちゃんと出ます。はい、これは当然ですので、そこはご安心ください。はい、なるほど。じゃあオリジナルスタッフの方々に対してもしっかり敬意を払っているということですよね。そうですね、当たり前ですよね。続いての質問です。メタルギアソリッドデルタスネークイーターのキャラクターボイスはオリジナルのままですか、また追加のボイスは全くないのでしょうか。はい、日本語英語ともですねシナリオやキャラクターボイスはオリジナルのままです。もちろんキャストが変わったりもしていません。ただですね特に操作説明なんですけどメタルギアはよくキャラクターが操作説明をちゃんとしっかりと読むところがあるんですよね。でそういった部分は今のハードと合ってないことを説明してもダメなので、そういった部分に関しては新録を新たにさせていただいているということになってます。でただですね残念ながらもうすでにお亡くなりになられているとかですねいろんな事情で収録ができない方もおられます。でそういった方々についてはちゃんと適切な確認のプロセスを経た上で、過去の収録データをもとに、音声を加工して入れている部分というのも一部ございます。なるほど。ストーリーは変えないけれどゲームを遊ぶプレイヤーの皆さんに分かりやすくしているということですよね。では次の質問です。メタルギアソリッドデルタスネークイーターの開発スタッフはどういう人が関わっていますか、また外部の会社に委託して作っているのでしょうか。はい、こちら前回も少しお伝えしたとは思うんですけれどもオリジナルのメタルギアソリッド3スネークイーターの、制作に携わったメンバーもちろんたくさんいます。と同時にですね、外部の会社様もたくさん関わっておられます。
で特にですねこれまでメタルギアシリーズに協力いただいていた海外の優秀な制作会社であるバーチャスさんにはかなり今回広範囲にわたってですね一緒に制作を進めています。で、特に今回今までの FOX エンジンではなく、アンリアルエンジン5というものを使っています。でこちらを使っているんですがバーチャスさんはこの辺りの知見もとっても豊富な会社様なので、我々にとってもとても心強いパートナーだったということかなと思います。はい、ありがとうございます。技術的な部分では安心ということですよね。では最後の質問です。リメイクを作る話になった時、なぜメタルギアソリッド3スネークイーターから始めたのですか？そうですね、メタルギアいっぱいたくさん、はい、シリーズがあります。でそういった、サーガメタルギアサーガということを、俯瞰してみた時にですね、最初に触れるべきはやっぱりスネークイーターなのかなというふうに、感じたから思ったからということですかね。はい、メタルギアシリーズをね今までプレイされてなかった方たくさんおられると思います。3から始めるのかって言って聞いて心配されてらっしゃる方も、おられるかもしれませんけど大丈夫です。ぜひスネークイーターからメタルギアにご参加ください。はい、ありがとうございます。皆さんからのご質問まだまだたくさんあったんですが、今回の配信ではこちらで以上とさせていただきます。たくさんの投稿ありがとうございました。視聴者の方がずっと聞きたかった質問もあったと思いますので、岡村さんの口から答えていただけてよかったと思います。お便り受けてどうでしたかね。改めてファンの皆さんの愛を感じたというかですね、責任がさらに重くのしかかったなっていう風な感じで身を引き締めているところでございます。ありがとうございます。今回も番組終了後にアンケートを実施いたします。制作者への質問も引き続き募集しておりますので、ぜひご応募ください。たくさんのお便りお待ちしております。エンディングです。大石さん、今回も何か告知事項があればよろしくお願いいたします。はい、まずはですねレイスドレコードからの発売予定のメタルギアソリッドザ・バイナルコレクション、メタルギアソリッドシリーズのですねオリジナルサウンドトラックとオフィシャルアレンジから53曲を収録した大ボリュームの6枚組のレコードをですね硬質ボードスピップケースにですね収めてお届けします。またですねえりすぐりの18曲を収めたセレクション版2枚組レコードメタルギアソリッドバイナルセレクションも同時に登場予定となっております。レイスドレコード公式サイトとオフィシャルコナミショップで予約受付中です。またですねここでしか手に入らない色違い版も予約可能です。詳細は各公式サイトでご確認ください。そしてですね日本の各種レコードショップでも今現在予約受付中です。詳細は公式サイトでご確認ください。続きまして今年10月以降に日本全国のですねゲームセンターにメタルギアシリーズの景品が順次登場予定です。本日は予定されているラインナップをご紹介いたします。ダイカットクッションとフロアマットはフォックスサウンドの舞台書をあしらった大きめのアイテムとなっております。クッションは40センチ超え、フロアマットはなんとですね80センチを超えたビッグサイズとなっております。ステンレスタンブラーはですね歴代のメタルギアをプリントされておりまして、裏側にはスネークたちが隠れています。最後に潜入には欠かせない段ボールのブルブルニーグルになります。後ろの紐をですね引っ張ると段ボールがブルブルと前進していきます。これらのアイテムはですね今年10月から全国のゲームセンターの景品として展開予定となっております。ぜひお楽しみにお待ちください。はい、ありがとうございます。とても楽しみです。大石さん、岡村さん、コレカドさん、ありがとうございました。今後もこの番組でどこよりも早くメタルギアシリーズの最新情報をお届けしていきますので、ぜひメタルギア公式 X のフォローやコナミ公式 YouTube のチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご意見ご感想などいただける場合は YouTube の概要欄のリンクまたはメタルギア公式 X にてリンクをポストしておりますのでお願いいたします。たくさんの投稿お待ちしております。さて今回がメタルギアプロダクションホットラインの本配信第1回目となりましたがいかがだったでしょうか。次回もいろいろな情報をお伝えしていきたいと思います。でですね
実は最後にもう一ネタなんですが、こちらの後ろの背景、流れているこちらはメタルギアソリッドデルタスネークイーターの、オープニング映像の一部でございます。前回のプレ配信の時にですね、新しい、オープニング映像ですよということでご紹介したんですが、オリジナルのスネークイーターのままのものもですね、ちゃんと入っていますと、いうことで、一つプチネタでございました。先ほどニュースタイルとレガシースタイルの説明をしたんですけども、ニュースタイルだと前回のジャングルのタイトル画面になります。でレガシースタイルを遊ばれている方はこちらの昔のタイトル画面になるようになっています。オープニングから変わるんですね。はい、そうだったんですね。次回以降の新情報も楽しみです。以上メタルギアプロダクションホットラインでした。また次回もお会いしましょう。ありがとうございました。コナミ